何これ全然。できた。入れ替わりも余裕でできる。ここの空間が広い。じゃあおやすみなさい。ヒーターがついた。おお。わおですねこれ。今これまだ関越トンネル手前。柿？うん、木にね雪がナッツナッツ行こうか。ナッツ初めて。ハラシン行こうと思って。うん、あ、ナッツにしよ72でナッツだよ。う。腹減ったわ。青森産か。大判焼き、しかもユーミン流れてるし。1000円ですいません。鳥の匂いにつられて、うん。あの店行って大判焼きを買った。中身何？あんこ。まあ。あったかいどら焼きみたいな感じ？うん、そう。食べる？いや、いい。あんこ食べれんし。してる。ここは初めてだね。うん。近所の里。まあ、最初からブーツで来ればよかったね。うん、思った。俺も最初からブーツでよかったわ、これな。450円で合ってる。これも400円あったの。ああ、450円。バイバイ。これがだいぶかさばるから、もう1個出しておいて。スキー客はほぼいなかった。1人ぐらいしかいなかった。うん。スキーっぽい人いなかったな。こ本日の寝床。ちら。下から水が出てんのよ、駐車場。うんうん。なのでね、安心なんですよ、どか雪でも。素晴らしい。いや、すごいよね、この水出るシステム。置き場がねえよ、いろいろと。いろいろとなんかすごい。まずタオルとか邪魔なんだけど。あった方がいいな、やっぱ。とりあえず米をねセットすればその後は待ち時間になるから。
よし、オッケーオッケー。今押せたな。オッケー。はい、じゃあ炊飯スタート。これを立てないと。もうそれが何その技。やってないやってないよ、そんなの。これ重要な技で、ここに冷蔵庫置くんでしょ。あそこに置きたい。これをこうやって椅子モードにして、はいはいはい。その間に私は片方の座椅子を、はい。何これ、全然違うんだけど、広さが。こうだな。あ、じゃあそれゴムに引っ掛けるだけのやつだったら、この辺につけようと思ったけど、無理かな。つけどころがない。むずっ。もう僕ここはあ、こうやってどう？あ、いいかもね。どう？いいと思います。一旦これを使ってみるか。ロットホルダーなんだけどね、これ。うん。それどこで買ったの？これね、奥只見の手前のところ。マスカットジュースのような味って書いてある。マスカット。確かに結構ね、なんかあ、フルーツっぽい。フルーティーな感じ。ねえねえ、今一つ気づいたことがあるんだけど、この2人で座るとさ、ここに空間がなくなってて、 FF ヒーターの吹き出し口が迷子だね。って思ったんだけど、ちょっとこれを前後でずらす。ずらすしかないね。うん。11度なんだ。ここのところにつけてあって、一応この床板くぼみがついてて、ここからいける？そこから。ついた。あ、来てる。うん。ありがとう。めちゃくちゃ使いやすいんですよ。お、出てます。できた。いただきます。うまい。うん、うまい。煮汁がとろーってなるかなと思って片栗粉をまぶしてみたんだけど、そんな思ったほどとろーってなってない。まだまだ研究の余地があるね。けど味はうまい。この炊飯器ね、美味しくない？うん。懐石さん出てる。ごちそうさまです。お疲れ様。なんかティッシュがね、ここに置いてね、結構取りやすくなった。うん、結構いいねこれ。あこういう感じで。美味しく。今日はシンクがないから拭きだけで。このティッシュの配置だいぶいい。FF ヒーターがね、絶好調すぎてね、25度。快適。乾燥さん出てるけど。K1 はね、狭いから、常に整ってる状態
維持しないとダメ。ちょっとこの箱でかいね、確かに。ちょっと大きい。FF ヒーターは、ここのスライドドアのステップにつけてあります。はい。おお。外吹雪いてるよ。すげえなこれ。すごい。真横なんだけど。一酸化炭素警報器をここに置いてきます。常に。一番重要なところ自分じゃなくておてつさんにやってもらったんだけど、多分その成功が完璧。この車についてる FF ヒーターは 1.5kW っていう結構今までにない小さいやつをつけてるのね。まだ未発売のやつでプロトタイプの段階のやつを特別につけさせてもらってるっていう。キャラバンは 5kW、 ボンゴは 2kW の FF ヒーターなんだけど、それよりさらに小さいと。でね、今これ全力で動かして軽バンがちょうどいいぐらいの温度になる。たまに熱くなんだけど27度とか30度近くになる時もあるけど、軽バンにちょうどいい大きさのやつだと思う。そうだね。逆にボンゴの同じ FF ヒーターをつけててもトゥーマッチだと思う、この狭さの中だと。ボンゴの中でさえちょっと熱くなったりするぐらいだから、そう考えたらこの 1.5kW っていうのは結構革命かもしれない、軽バンの車中泊においては。全然場所取らないんですよ。スライドドアのステップの半分以下のスペースで済んでる。このダクトが結局場所取ってるけどね、この場合は。あとはこれか、2人でこう背もたれをこう立てた時に吹き出し口がどっから出せばいいの問題はちょっとあるね。あるね。今それ付け焼き場でこっち側倒してここから出してるけど、背もたれ欲しいよって時にどうしよう、せっかくのこの座椅子が生きない。あとこれ10メートルまで伸びるから、極端な話この辺まで伸ばすとかは全然できる。持て余してる。持て余してる。なるほどね。全然今これ縮こまってる状態。熱い。それアパ社長やん。ちょっとアパホテル泊まっててさ、あるんよこれが。そうだね、足伸ばせないからこいつらがいると。結構重いこれ。完成。素晴らしい。あとこいつが、こいつも上に乗ってないけど、意外と奥行きあるから、でもいいね。大丈夫大丈夫。オッケー、できた。これで寝床。やっぱ楽だね、上に分母乗せるだけだと。楽。このカーテンあるないで全然違うわ。違いそう。外の気温がどんどん下がってってるよ。正確な気温じゃないと 0.2 設置したばっか。下がりそうだね。でも 0.2 とかだいぶ寒いね。だいぶ寒い。19度。さっき結構開けてた。最長の寝袋だから。広。コントローラーの真ん中のボタンを押すと切れる。
おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。4度、湿度 80%。水が出てるから大丈夫そうだね。おはよう。はいよ布団から雪景色っていうね。あー、結構降ってんね。外 0.6 度だって。早速やっぱ前後した方がいいね。これちょっと前に出そうか。はい。すごい、そんなとこまで行ける。その辺まで伸びた。伸びた。もうちょっとこの、そうだ、ギリギリまで下げた方が面白い。下げて、こうするか。いいじゃん。このね、間から出してると。よいしょ。はい、どうぞ。この棒の話。棒の話を。これは2人の時はいらないって話。うんうん。これもともとサーフボードをここに置いたり、釣り釣り竿をね、竿をここにつけたりずっ。とホルがあるんだけど、2人の時まず中に板つまないし、竿もここにつまないから、この棒外した方が絶対いい。そうだね。簡単に外せるからうんうん六角で、100均で六角買って外すか。そうだね。こう内側にこう垂れ込んできてるから、うん。これいいじゃん。お酢のマジックテープ。この内張りにちょうど貼れるし。うん。はーい。出発準備をして出発する時はこの椅子は倒した方がいいかな。私こっちは畳んで丸めるか、うん、丸めちゃおうか。机の上は物を置かないようにして、そのポタデンとかね、一応ゴムついてるけどね、ついてないか、滑り落ちんだよこれ。滑り落ちる。このまま走ると。でちょっとこの辺がシェードが落ちてくるんで、これみたいにこの100均の強力マグネットをもうちょっと買ってこの辺補強しとく。すでに後ろは結構それで補強してる。ヒーターも切るか。
その真ん中のボタン、縦に3つ並んでるわかった真ん中、縦に3つあるね。でこの真ん真ん中中をを長押し。短押し。あ、来た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 。あ、切れた。うん助手席に置いてたのを後ろに戻して、荷物の移動はあるね。うん、やっぱ服がかさばるからね。服がね。ういやでもだいぶ楽になったよ、ん。うん。かつてに比べたら。よいしょ。大丈夫かワイパー。生きてるか。雪道だとね、40キロでもサードぐらいでいいと思う。水が出てるゾーンになっあた。走りやすい。最近のダイソーね、工具も充実してるからね。そうだよね。大体ね、まず工具買うときダイソー見た方がいいと思うんだよね。ダイソーを見て売ってなかったらホームセンターで買うみたいな。こんな充実してんのに六角レンチだけないわ。こんないっぱいあるのにない。マグネットもなんかねえじゃん。これが近いかな、どっちかというと。ああ、そうだね。あ、それっぽい。なんかでも形が違うからなんか嫌だな。揃えたいよね。揃えたいよ。よね。どっちかというと正月に近いから正月だ。動画が出る頃には工具買いに来てこれ買ったそこ置いたいいかもね。そっくりだな、グルちゃんにな。これそうかな。グルちゃんって呼ぼう、これは。これからなんかさ、もう一個の方さ、9番ついてた。あ。キャラバンとかだったらならないんだよね。ならないね。タイヤが前にあるからか。自分が踏んだ水たまりで窓に覆われる。マジで怖いから。酒造なのそこは。あ、なんかいろいろ集まってる。酒造もあるし、マイヤーとかもあるし、カフェとかもあるし。あ、越後でソロだ。
かもあるんだ。こんな色だけど。原材料名米麹だけだ。はい。和牛のレストランと、うん。みんなの社員食堂と、蕎麦あ屋とかもある。となんかそばがまああんのか。うん。いや、いらない。めっちゃね、そこ、この道を。あ、ここはなんか除雪されてる。社員食堂。なんかでそんな感じじゃない？蔵もでっかいのあったしね。魚沼の里。日替わり。あ、前払いで券売機なんだ。八海定食ってお、これ日替わり俺これ。私もこれ。私はなしでいい。あ、俺コーヒー付きにしよう。じゃあコーヒー付きね。甘酒の試飲があるじゃん。甘酒はノンアルコールですだって。おう、甘酒いいね。俺の分も入れてくんね。はーい。ジュースの風味がする。うまいね。めっちゃうめえじゃんこれ。うん。うん。インスタストーリー見てみる。あ、従業員用のなんか釜がある。従業員の人はセルフなんだね。あご飯と味噌汁。俺もここで働きたいよ。うん、私もここで働きたくなってきた。定食もうまそうだった。思った。私の定食も超美味しそう。取ろうとしちゃった。美味しそう。なんかタレが味噌だれっぽいのがかかってる。いや。うん、うまい。チーズソースみたいな書いてあったやつだよね、多分。野菜つけんの？ああ、かも。野菜かも。めっちゃうまい。ご飯がうまいな。うん。さすが、あ、やっぱりお米でお酒作ってるから。美味しいそう。ありがとうございます。ありがとうございます。ご飯おかわりしたいな。いけるかな。いけそうだよ。社員の人が無料でご飯食えるのかどうかすげえ気になっちゃってさ、めっちゃここの求人を見まくってんだけどさ、企画職募集できるの？応募できるの？いられフォトショー使えます。いられフォトショー、デザイン系ソフト使用できます。普通自動車免許持ってます。マニュアル運転できる。マニュアルも運転できます。米ゲット？米ゲットした。何？おかわりボタン買った。いや、なかったから、うん。これでいいですかって大盛りのボタンを押して買った。大盛りオプションで。定食で言うと最強だった。うん。まず米がうまいってのがすごい。アメリカンも選べる。うん。従業員の人に聞いたら無料ではないって言ってた。うん。さすがにこのクオリティだからね。あ、雪室はそれ。あれ？なんかこれ従業員駐車場っぽいね。
した雪室だからね。そう雪質じゃなくて、ね、昨日からずっと雪質って呼んでた酒タンクかな。めっちゃ煙っていうか水蒸気かな。八海山雪質、広大な敷地の中にいろんな建物があって、この雪室があったり、食堂があったり、カフェがあったり、あとビールの醸造所もあったね。この雪質もいいね。この雪質。雪室なんですが、簡単に説明させていただくと、天然の冷蔵庫ですね。昭和30年のお写真なんですが、雪をですね、冬の間いっぱい貯めまして、で夏でも溶けないんですか？はい、夏まで保ってた大量すぎて、はい、魚屋さんとかにおろしてたんです。そうですね、雪を。魚屋さん飲食店あ、こうやってね。はい、でもかなり涼しい。でも通常ですね、1年間で4度ぐらいで設定しており、夏でも全然これぐらいの状態なので。0.3 度。商品名はですね、白いボトルのものでですね、雪室醸造3年というお酒があります。20個ありまして36万リットル、一升瓶に換算すると20万本ぐらい取れる量になってます。日本酒ですね。2万リットル。あ、1個で1個2万リットルこれが冷やしてる元がこれなんです。なるほど。これその辺の雪をそうですね、じゃあ1年ぐらい前の雪ってことですね、こ1れ。月まで10ヶ月ぐらい前ですかね、11ヶ月。すご。はい、そうですね、一番多い時こんな感じになりますね。もっさり天井スレスレぐらいまで。シーン。ツアーの人限定。さっきの雪室貯蔵のやつ。本当今品薄で。あ、そうなんですね。はい。こちらが甘酒になりますね。あ、これ気になってたやつ。はい。やった社員食堂で一杯飲めるやつってこれですかね。個人ですね。柚子果汁。ああ、確かに柚子の香りした。はいはいはい。やったー。あ、白い箱ですか。これ。これ。あれこれセット売り。お正月お正祝い月用に泡を買っておこうか。なんか2種類あるんだけどさ、いい方買っちゃうか。いい方白麹、ここっち2500円で。っちは3410じゃあ年末だし。正月祝い用の。この甘酒ね、お土産に買おうかな。バター餅2個ぐらい買っちゃってさ、そして爆買いした。ちょうどよくね、これ。俺らの雪室。そう。よし、もういいでしょう。